はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、歴史的転換は起こるか、マイナス金利終了で儲かる銘柄と題してお送りいたします。はじめに、ANA ホールディングス、証券コード9202についてお話しします。ANA ホールディングスに注目する理由は、海外旅行の需要増加による業績拡大が見込めるからです。最近、日米中央銀行要人の発言を受けて、円が一気に高くなりました。2月は1ドル150円ほどでしたが、3月8日には一時146円台になりました。今後、マイナス金利の終了が近づくと、円高が進むことが予想されます。これは、日本から海外への旅行や買い物の需要が増えることを意味します。ANA ホールディングスの業績ですが、直近の第3四半期決算時点で、売上高は前年比 20% 増の1兆5435億円。営業利益は2倍以上の210億円と過去最高を更新し、純利益も1489億円となりました。国際線は中国便の需要回復が予想よりも緩やかですが、コロナで運休していた路線の再開などにより、業績は拡大しています。国内線はレジャー需要が好調に推移しています。さらに、通期の業績予想では、売上高で600億円、営業利益と純利益ともに、従来予想から500億円増とする見通しを出しています。配当金については、2020年以降も配が続いていましたが、今期は30円の副配との予想です。この結果、配当利回りは約 1% となります。株主優待としては、ANA 国内全路線が割引運賃で利用できる優待券や、ANA グループ各社指定ホテルで利用可能な優待券などがあります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価3145円に対して、目標価格は3730円で 18.63% の上昇余地があります。今後の為替動向に注目ですね。次は、日本航空、証券コード9201についてお話しします。日本航空に注目する理由は、ANA ホールディングス同様、海外旅行の需要増加が業績にプラスに働くと予想されるからです。日本航空の業績に目を向けると、直近の第3四半期決算時点で、売上高は前年比 24% 増の1兆2493億円。純利益は前期の163億円から今期は859億円と 5.3 倍です。配当金に関しては、今期は2倍以上の60円の予想が立てられています。また、株主優待として、国内線が 50% 割引となる優待券や、パックツアーの割引券がいただけます。こちらは保有株数と年数により、いただける枚数が増加します。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、2723円に対して、目標価格は3448円で、26.61% の上昇余地があります。ANA よりも上昇率は高い予想になっていますね。次に、日本製鉄、証券コード5401についてお話しします。日本製鉄を選んだ理由は、マイナス金利解除が見込まれ、日本経済が上向きになる中で、好景気による需要の回復が期待されるためです。日本製鉄は、国内最大手であり、世界的にもその規模は大きいです。今期の売上高は9兆円を予想していますが、利益面では減益予想となっています。配当金に関しては、元々の減配予想から160円の見通しに変更されています。この変更により、配当利回りは 4.4% となり、TR、TBR とともに、かなりの割安感があります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、3610円に対して、目標価格は4074円で 12.86% の上昇余地があります。日本を支える基幹産業が伸びていくのは、とても嬉しいですね。次は、神戸製鋼所、証券コード5406についてお話しします。神戸製鋼所は、鉄鋼業界で国内外にその名を知られており、特に高品質な鋼材の供給に強みを持っています。日銀の金融政策の方向性が変わり、景気が上向くと、建設や製造業を中心に、鉄鋼需要が高まることが予想されます。また、
同社は環境への配慮も積極的に行っており、持続可能な製造プロセスの開発にも力を入れています。業績面では、利益の大幅な上昇と2倍以上の増配が目を引きますが、株価はそれほど反応しませんでした。配当利回りも 4.6% と高く、PR、PBR とも日本製鉄よりもさらに割安感があります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、1958.5 円に対して、目標価格は2041円で 4.21% の上昇余地があります。日本製鉄ほどではありませんが、上昇余地がありますね。最後に、JFE ホールディングス、証券コード5411についてお話しします。JFE ホールディングスも、日本を代表する鉄鋼会社の一つで、鉄鋼事業だけでなく、エンジニアリングや環境事業など、多岐にわたる分野で活動しています。業績面では、固定費の削減や効率化を進めることで、利益率の向上を目指しています。直近の第3四半期決算では、売上こそ減少したものの、利益は増加しており、配当金も増配を予定しています。こちらも他社同様、高配当で割安感があります。株主優待も実施しており、自社の工場見学会に参加できますので、興味のある方はいかがでしょうか。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、2434円に対して、目標価格は2554円で 4.96% の上昇余地があります。他社もそうですが、鉄鋼系は安いところを買って、長期保有が適していると思います。今回は、金利に着目して業界を選んでみました。日本は今後、マイナス金利解除から金利が上昇していくとの見方です。金利が動けば、為替も動き、当然株価も反応します。金利が上昇すれば、円高になり、輸入品は割安になり、海外旅行はお得になります。その一方で、割高になって、業績に悪影響を及ぼす業界もあります。その中から伸びる銘柄を選んで、一緒に儲けていきましょう。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。